懐かしいマッハ号を作ってみた。青島のプラモデルもかなり前に組んだので、ムービー後半で簡単に紹介する。この車は1967年に放送されたテレビアニメに登場する架空の自動車。自分が生まれる前のテレビアニメのはずなのに、なぜか子供の頃テレビで見た記憶がかすかにある。調べてみたら、北日本放送では1974年に放送されたとウィキペディアに記載があるのでそれだと辻褄が合う。民放テレビが2つしかない地方なので、遅れて放送されることはよくあるらしい。テーマソングのサビの部分、社名を繰り返すとこだけはなぜかはっきりと覚えている。確か、車の前方からの小切が出て障害物を破壊しながら進んでいくのが子供は大喜びしてたと思う。ウィングがあって空を飛んだり、後ろからスクリューが出て水中も OK なはず。武器やレーダーなどハイテク装備もあると思う。まさにスーパーカー。いつかブレンダーでモデル化してみたいと思っていたけど、非常に複雑なデザインで資料も少ないので、これを 3D キャドで再現するのはなかなか難しい。特にフロントフェンダーからリアのエアインテークへ流れるように繋がるデザインが難しかった。資料が少ないので、こういう時は昔組んだ青島のプラモデルが手元にあるので非常に助かる。ネットで調べても全長や全幅のデータが見つけられなかった。青島の24分の1のキットから実写のサイズを逆算すると全長が5メートル近くとかなり大きいかもしれない。今回は少し小さくして64分の1スケールの実写換算で 4.5 メートルのサイズでモデル化してみた。大きなエンジンがフロントにあるせいかフロントが大きい一方で、リアの部分はコンパクトに絞られていて、リアタイヤの一部がフェンダーに隠れる。これをミニカーのサイズでボディとタイヤを分離してプリントするのはなかなか難しそうなので、今回はボディとタイヤは一体化した。ちなみに、青島のプラモデルは架空の車にもかかわらずエンジンが再現されており、ちゃんとエキゾーストパイプもエンジンからマフラーカッターまでちゃんと再現されている。トランスミッションは見えるところだけだけどディファレンシャルギアまで一応再現されていて、エッチングパーツも付属するなかなか充実したキットだった。プラグコードやウォータータンク等の小物を追加した。V12 エンジンも再現したいけど、それはいつかスキルが向上したらやってみたい。またハンドルやシフトレバー、メーターなども面倒なので今回は省略しているけど、将来時間があれば追加したい。3D データとデカールのイメージデータはシンギバースにアップロードしてありますので、興味があればダウンロードしてプリントしてみてください。ご視聴ありがとうございました。